教室の久保田です。今回は近いボールの、説明をしたいと思います。構えた後、球が近い時、その近い時というのはですね、遠くから近い球が来てこう余裕があって動いていって打つっていうのじゃなくて、もっととっさの時ですね、構えたでちょっとイレギュラーがなんかあって近いってなった時の、対処法だと思って聞いてください。余裕があるんだったらね、もう離れてって打つんで、それ近い球とは言えないですよね。もう離れてしまってるんでね。じゃなくて、もう打球直前まで体に近いところに飛んできてる球に対しての、説明です。間違いから言います。間違いやすいのは、ラケットを引いて体に近くなった時、ラケットも一緒にこう引いて逃げようとする人です。うわーってこっちに。これ分かります？こうね。それでこう両手を開くような感じになります。でもこうなったら骨盤がこう前側に、股間が前側に出てしまうので、もうこれは動けないんですよね。足が使えない、股関節が使えない。こうなったらダメですよ。こうなったら、正しくは正面に来た、この正面にこう飛んできた球ですね、正面側にこう飛んできた球に対して体を反らして、体を回さずにこの横向きのまま反らしてラケットをセットします。でその後に打球します。いいでしょうか。二度引きはダメですからね。これは二度引きになりますからね。胸をいきなりこう、何の力もなくふわっと上半身だけ逃げようとするとこうなりますからね。でも、足の力を使って右足、今ちょっとこうターンして曲がってるこの右足の力を使っていこうとすると、こっち側にラケットを逆にこう放り投げるような感じで出して打つことができると思います。足の力があればこっちに行けます。足の力がなくてこっちに行こうとすると上半身だけ逃げようとしてもう一回引くことになってしまうと思います。でも引いてしまったらもう全然できないですよね。こう左の脇腹の方に向かって球が飛んできてるのにラケットこっち側に行ってしまったらもうやりようがないですよね。ぐちゃぐちゃになると思います。でここからですね、こっち側に逃げて、で逃げた時にラケットをこっち側に出しておけば、だいたいこう逃げならこの辺の球が打てるようになってくると思います。ちょっとやってみますね。正面に来た球をこっちですね。ラケットを後ろに置き去りにしてるの分かります？ここに。自分は逃げるんですけど、置き去りにしていくの分かります？こっち。この時のポイントはですね、正面に来てるんですけど、球は正面に向かってこう来てるんですけども、一回体を右側、コートに対して右側に一回落とすと逃げやすくなります。あります？正面にこう来てるのに一回こっちに左肩を出してグッと入ると逃げやすくなります。それは右足の力が使いやすいということです。一回曲げると伸ばしやすい。逆に体重が乗ってないと逃げれないですからね。乗せると押しやすくて逃げやすい。なんでわざと一回こっち来ていけるといいですけどね。正面に来たやつ一回こっち行って逃げれるといいです。正面こっちから正面を入れて抜いて打つ。でその時にラケットはずっと置き去りにしていく。これが打ち方のコツだと思います。で足を押した右足を抜くタイミングなんですけれども、バックスイングから足で押してラケットを落とす。ここまで残しておいて、でその後に抜いた方がいいです。このタイミング分かります？ちょうど当たるときに足を抜きます。
ここから足を引っ張ったら打てたっていう動きにしたいんですよね。体の後ろにたら手も一緒に引けたっていう動きにしたいです。正面にボールが来るんで早くこう逃げたくなるっていう気持ちは分かるんですけども、一回体をこう右方向に倒してそれから行けると、すごく安心するというか、こっちがこうお腹を隠した状態からの動きになるので怖くはないと思うし、もうこっち側行ってうわ足使えないと思った時の恐怖というのはないと思いますからね。まだここで足が使えるっていう状態から近いっていうのはそれほど怖くないと思います。で、先ほど今ここから足を抜くって言ったんですけども、その足を抜くと同時のタイミングで左手も抜かないといけないので、そこら辺もちょっとこう合わせて一緒にここからスタートを切ってそこまで待っといて抜くようにするといいと思います。いきますね。構えてまだ左手あります。で抜く。1、2で3。この、右足と左腕が一緒にこっちにこう逃げるような感じになれば。でこの時体回す人いるんですけど、回すと腕詰まるんで気をつけてくださいね。球が近いと言ってこう向いたらどんどん詰まっていきますからね。こっち向きのままの方が腕詰まらないですからね。腕詰まらないし、一回3割3割の落とした手にするとだいぶ低いところを通すんで、この長さがちょうど近いところを通ってうまく当たられると思います。この構えから3割3割を使えばだいたい下を通って体の近くを通って面が、すぐ近くで開くような感じ。体のすぐ近く、胸の近くで開いたり、お腹のあたりで開いたりできると思います。これが前向いて手が浮き出すとちょっともう何やってるか分かんない状態になりますよね。こういう触り方はいいけどこういう触り方はダメですから。だからそういう意味もあってできるだけ体を回さないようにっていうのがやっぱり久保田テニスの基本となります。今回は以上です。失礼します。